私は今ブルガリアの中部から東部の内陸の町ですね、ベリコ・タルノボというところに来ております。ここの観光名所はツァレベッツ要塞という今ご覧いただいている非常に大きな立派な要塞と、あと宮殿ですね、になります。今日はここツァレベッツ要塞を散策してみたいと思います。ツァレベッツ要塞はブルガリア帝国時代のこの地方の王様や皇族の住居があった宮殿とそれを取り囲む要塞で構成されています。今ご覧いただいているのは要塞から宮殿の方に入る参道ですね。石造りの参道で幅はどうでしょう、5メートルぐらいでしょうか。両側が谷になってまして、ここベリコ・タルノボの旧市街が一望できます。非常に綺麗です。川の対岸にも旧市街の向こう丘にですね、ご覧の通り要塞がもう一つあります。参道途中の門ですね。おそらく昔はここに衛兵が立っていたんだと思います。この参道が谷の上の方を通る形で続いてまして、両側が非常に見晴らしが良くて綺麗ですね。今回の旅でいくつか宮殿や要塞を見ましたが、ここが今までのところ一番、歴史観を感じつつ、当時の雰囲気がそのまま残っているようで、非常に雰囲気がありますね。2つ目の門をくぐって、おそらくここが要塞の内部になるんだろうと思います。案内板が出ていますね。ご覧の通り、非常に規模の大きな要塞宮殿だったように思います。ここはおそらく見張りをするための場所だったんじゃないかなと思います。ちょっとあそこ登れそうなので登ってみたいと思います。特に柵も何もなくて、下に落ちると道路まで30メートルぐらい落ちてますので、非常に足がすくむんですが、見晴らしは非常に綺麗ですね。先ほどご紹介した川の向こうにあるもう一つの要塞跡もはっきり見えます。今ご覧いただいている川沿いの町が旧市街ですね。で、あちら左側教会が見えますけども、教会の辺りも同じく旧市街です。この道の先ずっと登っていったところに宮殿がありますので、あちらの方まで行ってみたいと思います。毎回そのお城と名の付くところ、宮殿と名の付くところというのはどこもそうですが、一番高いところにありますので、ここも同じですが、
頑張って登りたいと思います。この辺りもおそらく谷底の川の辺りから向こうの川を見張るための見張り台でしょうね。こういった遺跡があります。さらに登っていきたいと思います。下が石の階段なんですけども、結構苔が生えてまして気をつけないと滑りますね。だんだんと高くなってきました。それに伴って見晴らしもだんだんと良くなってきます。宮殿がだんだん近くなってきました。もうすぐですね。今ちょっと温度計がないんですけども、おそらく今10時過ぎですが、0度前後だと思います。非常に、冷えますね。風は全くないので、寒いという感じはしないんですけども、ただ手袋をしてても指先が冷えてくるのがよくわかります。宮殿が見えてきました。宮殿のある一番高いところまで登ってきました。宮殿の前景が描かれた絵ですね。こんな感じだったようです。では宮殿の中に入ってみたいと思います。この辺りはやはり地面は石畳なんですけども、参道からここまでの間の石畳に比べるとやはり、細かいですね。丁寧に作られている気がします。やはり宮殿だからかもしれません。ベリコ・タルノボの市街地がすべて全景ですけども見えます。中に入れるようですので入ってみたいと思います。中には当時の様子を表したであろう壁画ですね。これはが壁から天井にかけてきれいに施されています。お聞きいただけると思いますけれども、当時の雰囲気を思わせるような音楽がずっと流れていますね。この音楽もこの宮殿の内部の様子に非常にマッチしてて、
心が落ち着きます。カメラを360度回してみたいと思います。では出たいと思います。晴れてこそいませんけれども、非常に見通しが利くいい天気かもしれませんね。日本の場合、大体市街地を通る川は河川改修がされてて、ほとんどまっすぐになっているところが多いと思います。その河川の氾濫等がなくなるので、安全で住みやすい場所にはなるんでしょうけれども、ただ、景観という意味では、単調な景観になるのはやはり否めないと思います。それに対して、ここは、川が蛇行して、2本交差するように通ってまして、その川沿いにきれいな森がありまして、その川と森の間に、その場所にあったような形で町が広がっているというところが非常に見てて面白いですね。興味深いです。では宮殿を降りまして、この付近の要塞の遺跡を散策してみたいと思います。宮殿の本館の裏側にも少し登れるところがありそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。宮殿の本館の裏側、この丘の裏側ですね、はすべて山に囲まれているようですね。森があって、山の頂上付近は岩肌が見えてますね。非常に綺麗な景観です。あちらにも砦の施設の一部だと思われる遺跡がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。この付近は苔が生えてますので、滑らないように注意していきたいと思います。なかなか味のある建物ですね。石造りです。こちらにも遺跡がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。ここも以前は何かの施設があったんでしょうね。説明書きが英語ではないので全く分かりませんが、あそこに案内板がありますね。
残念ながら英語の表記がありませんのでよく分かりませんが、この絵から察するところによると教会かチャペルのようなものがあったのかもしれません。この仮設の囲いの正面に中に入れそうな入り口がありますのでちょっと行ってみたいと思います。上に上がれそうですね。ちょっと行ってみましょう。見張り台のような建物、やはりこれ見張り台ですね。ここに物見櫓によくある覗き窓があります。こちらも見張り場ですね。ここからまた上に上がれそうですので行ってみたいと思います。もう一回上がれるみたいですね。行ってみましょう。こちら側の見張り塔の一番高いところでしょうね、ここが。ここからですと先ほどの宮殿がよく見えます。